ところじゃない。こじんまりとして雰囲気があって、この年の瀬に合宿をするにはぴったり。いやしぶい。てか本当にいいのかな、こんなところ借りちゃってさ。シンさん、プロデューサーさんのお心遣いに感謝しましょうね。もう分かってるって。みゆちゃん硬い硬い、もっとリラックスしてこ。なんたってハートたち一緒のユニットなんだから。それはそうですが、まあ緊張するのもわかるわよ。あたしだってプロデューサーくんに呼び出された日には、ついに肩たたきかはたまた縁談の話でも来たかと思ったわ。それどっちもリアルに遭遇したくないな。ハートたち年が年だし。でも新曲を歌うユニットメンバーとして選んでもらえたってことは期待されてんのよ。私も頑張るけど2人も頑張りましょう。はい。それで残りのメンバーはまだ到着しないんでしょうか。私たちだけでは少し心もとないですね。楓ちゃんとあともう一人、プロデューサーが迎えに行って結構経つし、そろそろ来るんじゃない？そうね。まあお茶でも飲んで待ちましょう。サナエさん、ルービーじゃなくていいの？あら、いいわね。ケーキ漬けに一本いっとく。まだお仕事中なわけですし、アルコールは。もう硬いな。てかみゆちゃん、ジョークだって。ああ、そうでしたか。そうですよね。さすがにまだお仕事中の時間なのに乾杯するなんてこと。ああ、冷蔵庫に中瓶があったわ。生が良かったけどこればっかりは仕方ないわね。栓抜きどこかしら。大人ってどこから大人なのかしらね。どこからなんでしょうか。私はいつも自分が大人なのかわからなくて不安になります。暇すぎてこういうオチのない話しちゃうのあるある。少なくとも部屋に着いてすぐビール開けようとするのは大人じゃないかもね。お疲れ様です。あ、この声は。遅くなってすみません。高垣楓、ただいま合流いたしました。皆さん今回はよろしくお願いしますね。いいよ、待ってました、楓ちゃん。こんな遠いところまでよく来たね。楓さん、お疲れ様です。あ、お茶入れますね。プロデューサーさんはご一緒ではなかったんですか？ええ、そうなの。別現場が押したから私だけ先に来ちゃって。みんなは何してたんですか？ガールストーク？まあそんなものを。ところで楓ちゃんは来たけど、残り一人のメンバーって誰？ハートの知ってる人？そういえば今日教えてもらえるって聞いていますね。川島さんとかでしょうか。楓さんはご存知なんですよね。ええ、まあでもこういうのは本人とプロデューサーから教えてもらうのがいいんじゃないかしら。そうね。ほら、そんな話をしていたら来たみたいよ。うわ
ナナさん、プロデューサー、お疲れ様です。いや、もうほんとすみません、遅くなって。前現場でちょっとお肌のノリが悪くて、撮影のリテイクがですねまあそんな話はいいとして、相変わらず飛ばすわね、ナナちゃん。ナナちゃんが今回のメンバーなんですか？あら、意外。どうして？今回のお仕事の企画書をいただいた時に、お正月を彩る楽曲とそれにふさわしい大人のアイドルユニットと書かれていましたから。年齢よりも楽曲のイメージに合っているかが大事。そういうことなんじゃないかしら。いかがですか、プロデューサー。なるほど。そういうわけなので、阿部ナナ、気持ちと体力が続く限り頑張ります。ゲスト出演、歌番、特番、全力で頑張りますよ。待ってました、ナナちゃん。パイセン、シンさん？マジでマジ？一緒にお仕事できるなんて思わなかった。ああ、ハートちゃん、このユニットでもよろしくね。はーい。んじゃ、いつものやつやっとくか。シュガシュガーミーン。あざーす。2人は前にちょっと絡んでたんだっけ？いいわね、楽しいユニットになりそうじゃない？パーッと騒いで楽しくいきましょう。大人の余裕、大人の余裕。あら、皆さん自信なさそう？でも大丈夫ですよ。そのために合宿があるんですから。この旅館、なんだかいい予感申しますしね。そうですね。欠けている部分を皆さんから学ばせていただく気持ちで精進したいと思います。頑張りますね。よーし、ハートもやったぞーじゃなくて、頑張りまーす。VAN の17歳らしさを捨てて、大人っぽく背伸びして、少しでも皆さんのお力になれるように頑張りまーす。たまにはしっとり美人のお姉さんたちとしていいところ見せちゃいましょ。んで、プロデューサーくん、ユニット名は？酔いに咲く花のように遅咲きであったとしても乙女のようでありたいですものね。では、酔い乙女、お正月の顔となれるように頑張りましょう。はい。今回は大人っぽくか。シュガーハートの活躍の場としてはちょっと難しそうだな。シンさん、なんだかお困りの様子ですか？まあね。でもそれがプロデューサーのお願いならやるっきゃないけど。でももしよかったら私にお話ししてくれませんか？聞くことしかできないかもしれませんが、何かの力になれるかも。
しいなこいつ。てかみゆちゃんってさ、悪い男に引っかかりそうだよね。お金貸してって言われたら貸しそう。ごめん気にすんな。そもそもの話すると、ハートはね、アイドルになりたかったの。めちゃかわでキュンキュンのキャピキャピに。めちゃかわでキュンキュンのキャピキャピですか。それはできているのではないかと思いますよ。ありがとう。でもさ、ユニットとして大人組に呼ばれたってわけでしょ。そんで今回は正月らしく大人っぽくなわけでしょ。ハートのキャピキャピは封印なわけよ。わかる？わかります。私もお正月はともかく大人っぽくというのがどのようなものかつかみかねていて難しく感じています。でしょう。しかもハートたちはアイドル業界で言うとババアなの。ババアですか？オーバー25ってのはね、アイドル的には結構境目の年齢なんだって。ハート割と研究したから、これ間違いないぞ。弊社には割とたくさんいらっしゃる気がしますけど。まあね、それはうちのプロダクションが特殊なんだと思うけど、でもハートはその年齢の壁を越えてきたわけ。気合いで。みゆちゃんだってそうでしょ。自分の人生投げ捨てる覚悟でアイドル業界に来たんじゃない？私はそうですね、投げやりと言いますか、流されがちな性格ですから。でもむしろ拾われたと言いますか、なんと言えばいいでしょう。なんか含みがあって面白そう。そこは今度飲みながら話そう。じゃなくて、ハートたちのユニットを見たファンたちにババアじゃなく大人っぽくて素敵だなーって思われたいわけ。そうですね。でもそう言われると、どうしたらそう見てもらえるかは。2人ともいた。そろそろ打ち合わせ始めますよ。歌に踊りにレッスンは今日から盛りだくさんですからね。パイセン、ちょうどいいところに。どうかしたんですか？ぶっちゃけファンたちにババアじゃなく大人っぽくて素敵だなって思われるにはどうしたらいいかなって。2人で悩んでしまって、こんなことを年下のナナちゃんに聞くのもおかしいかと思うのですが。そうですね、おかしいと思います。でもパイセンならわかるっしょ。そもそもなぜシンさんはナナちゃんのことを先輩と呼んでらっしゃるんですか？それについては今度ご飯でも食べながら話しましょう。で、大人っぽく素敵だと思われる方法ですか？教えて。そんな精一杯可愛く言われても、例えばお芝居と一緒です。演技です。自分が思う素敵な大人の女性役を演じるんです。うさみん星人役みたいな。そううさみん星人役みたいな。違います。ナナは本当にうさみん星から。ほら、みゆさん困ってますから、この話は置いといて。
くファンのみんなに憧れられる大人な自分を演じてみるのはどうでしょう。嘘から出た誠って言いますし。なるほど、いい例え。ナナちゃん、若いのにしっかりしているんですね。読書の習慣があったりするのかしら。はい、そんな感じ。やっぱナナ先輩はすごいな。よし、ちょっとやってみっかね、みゆちゃん。ナナ先輩、ありがとう。はい、何かの力になったなら、幸いです。さあ、打ち合わせしてレッスン始めましょう。支度支度。はい。さっきのレッスンきつかったわね。年々体にきてる気がするわ。それとも年々振り付けがハードになってんのかしら。楓ちゃんはどうだった？ハードですがとっても充実しています。それにみんなと一緒にレッスンというのはやっぱりいいですね。なによそれ。なんでもない日常が幸せとかそういう感じ？そうかもしれません。私いつも忙しいせいか皆さんと一緒の時間って案外少なくて。確かにそうね。お仕事現場では一緒でも途中から参加とかロケ途中で離脱だったりして最初から最後まで一緒って少ないわよね。だからユニットとして最初の瞬間から立ち会えるのが嬉しいなって思うんです。かわいいこと言ってくれるじゃないこの子の。考えてみたら私今回このユニットで最年少かしら。妹分よ、妹分。お、いたわ、妹分。そうでしたね。楓さんに早苗さん。もうここにいたんですか？探しましたよ。お疲れお疲れ。ハートちゃんとみゆちゃんの面倒を任せちゃってごめんね。どう？順調そう？それはまあなんとかって自然と任されちゃいましたけど、なんでそんな流れになってるんですか？今回の5人の中で最もリーダーに向いているからじゃないかしら。その通り。そんな、どうしてナナにそんなお役目が。まあまあ、今回のメンバーを見てよ。リーダーが必要なほどみんな子供じゃないけど、それでもいろいろ取りまとめる人は必要じゃない？まあそれはそうですけど。ナナさん、シンさんやミユさんからの信頼も厚いですから最適ですよ。もちろん私や早苗さんから見ても。本当ですか？まあみんなのためにこまごましたお仕事を引き受けるのも嫌いじゃないですからいいですけど。わかったわかった。お姉さんが愚痴聞いてあげるからね。でもそんな話をするのにこんなところではいけませんね。もっといい場所に行かなくちゃ。どこに？あたし生。じゃあハイボールを。ナナはその
ナナちゃんのそういうところがみんな好きなのよね。ええ、その通りです。ナナは永遠の17歳ですから。ファンはおろかプロデューサーさんにだって。まあまあ乾杯しましょう。私たちの明日と酔い乙女の未来に乾杯。乾杯。乾杯。今日はオフになってよかったですね。こうして少し気分転換もできますし、自主レッスンに当てるのも良いですし。そうね。そうですね。お二人とも大丈夫ですか？少し顔色が悪いみたい。昨晩飲みすぎたとかでしょうか？まあ飲んではいたんだけど、こっちは大丈夫。あんまり気を使わないでいいから。それよりみゆさんはレッスンの調子はどうですか？人並みよりゆっくりかもしれませんが、着実に歌も踊りも覚えています。皆さんと歌う経験が少ない分、全てを糧としているようで。いいことじゃないの。私たちとの経験がプラスになったらこっちも嬉しいわ。でも私たちですら貴重な経験をさせてもらっていますよね。だって私、演歌なんて聞いたことはあっても歌ったのは初めてですよ。そうね。私は昔よく上司のおっちゃんが聞いてたから耳なじみはあるけど、みんなはそうでもなさそうだもんね。そうですね。人生で触れる機会もありませんでしたから。どこかテレビでの懐かしい映像で流れているようなものとばかり。でも飲み屋さんでたまに流れていたりしますよね。酒と涙と演歌は切っても切れないものですよ。普段そういうお店に入ることがありませんから。普通そんな年頃の乙女が演歌の流れる居酒屋なんて入んないわよ。そんなところに突撃していくの楓ちゃんくらいなんだから。でもそれはすごいことですよね。すごいこと？私はアイドルになる以前もなってからもお仕事帰りにちょっと一杯なんてことはありません。そもそも帰り道の選択肢の一つとして認識していませんでした。お酒の出るお店は誰かに誘われたらついていく程度で、ましてやそんなお店で流れている音楽のことなんて気にも留めていなかったんです。でも今度からはきっと気づくと思います。そしてその曲を聴いていろんな感想を持ったりすると思うんです。そうですね。そうやって少しずついろんなものに興味を持てるようになっていくのかもしれませんね。ええ、そう思うと拳の効いた歌い方なんかを今改めて学んでいる自分がまだまだ成長しているように思えて嬉しく思うんです。まだまだ成長してるわ。みゆちゃんも私たちも。楓ちゃんはそんなこと考えてお店に入ってないけどね。でもプロデューサーが私たちを一つのユニットにしたのもそういう意味があるのかもしれませんね。
ええ、シンさんが言ってました。アイドル業界では25歳を超えるとおばさんだって。でもそんな年増たちが集まって一花咲かせることができたとっても素敵なことですね。ら、それをこのお正月にやろうというのがすごいですよね。1年で最もご家庭での番組鑑賞が多い季節ですよ。事故ったら大変よね。早苗さん、ずいぶん人事のように言うんですね。だってこのメンバーよ、事故るわけないじゃない。みんなアラサーのいい大人なんだから。そうですね。あ、でもナナちゃんだけ17歳とお若いですが。年の割にしっかりしていますし、きっと大丈夫だと思います。あ、そうね、ナナちゃんなら大丈夫よね。17歳だけど17歳だから。ええ、大丈夫です。んじゃ、そんなナナちゃんたちの様子でも見に行きましょっか。時間も余裕あるわけじゃないしね。そうですね、行きましょう。年越しそばも食べないといけませんし、みゆさんのそばで。ええ。みゆちゃん、毎年のお正月ってどう過ごしてた？ここ数年は家でひっそりとこたつに入って特番を見るくらいでしょうか。実家に帰ることも少なくなりましたね。わかる。実家に帰れば親戚とかから必ず言われるもんね。そろそろ結婚は？アイドルなんで結婚できないんですわって返せるようになってよかったわね。まったく2人とも年明けたってのに新規臭い話してんじゃないわよ。すみません。お仕事で迎える正月っていうのもなんていうか芸能人って感じで悪くないな。そういえばそうですね。合宿してバタバタしていたらもうお正月の特番撮影ということで、なんだか実感が湧いていませんけれど。実感が湧くのは打ち上げまでお預けってことで。よく言ったわ。それでこそアイドルあざーす。私たちアイドルはね、夢を作ってる側なのよ。そんな人間なんだから人が休む時に働くし、正月こそ稼ぎ時ってわけ。年末にこそ警察の取り締まりが増えるみたいな。そうそう、あれね、露骨なポイント稼ぎなんて言われてるけどね、ちゃんと理由があんのよ。本当に飲酒運転は事故のリスクはって違う。さすがのノリツッコミ。すごいですね。みゆちゃん、自分もやらなきゃいけないのかしらみたいな顔しなくてもいいのよ。あ、そんな顔をしていましたか。すみません。とはいえ私たちもお仕事だけしてそれでバイバイってのはちょっとつまらないわよね。そうだそうだ、ハートたちももっとお年玉とか欲しいと。親戚の子供などに配るばかりですものね。あいつらマジ500円じゃ満足しないからな。ほらそこ、
気を抜いたらすぐ辛気臭い話する。すみません。どうしても自分の身近なところばかり考えてしまって、アイドルらしい正月の過ごし方など思いつかなくて。やっぱワイハじゃない？ワイハ。いいわね。ワイハーでアロハーな正月、芸能人って感じ。そういうものなのですか？せいぜい神社に行っておみくじを引くくらいしか想像できず。現実はそれくらいよね。収録終わった後行く？プロデューサーくんに話してみようかしら。お、いいじゃんいいじゃん。サナエさんお願い。よし、どうせ行くなら本気で行きましょう。アイドルは正月も営業中ってね。じゃあせーので行くわよ。せーの。えい。どう？よっしゃー、大じゃない、中吉ね。でも今年1年いい感じになりそうだわ。みゆちゃんは？末吉です。地味な結果ですね。ドンマイドンマイ。チームで運勢を分け合えば、とりあえずみんな吉くらいになるって。大丈夫。最年長の早苗さんが中吉なんだから任せなさい。でもこれお酒に注意的な。ってわけでハートたちは神社におみくじ引きに行こうかなって。2人もおかげで来られる？私とナナさんの収録時間が押しているからだいぶ遅くなるかもしれませんね。でもきっと合流しますから皆さんで先に行っててください。オッケー、絶対来いよ。来ないと寂しいぞ。それじゃあ後ほど。わかりました。また後で。大吉引くまでが参拝ですよ。シンさん、とってもエネルギッシュですね。嬉しいんですよ、きっと。こうしてみんなで一つのユニットとしてお仕事して、お仕事以外の場でもつながって充実してるじゃないですか。そうですね。とっても充実しています。三が日からお仕事だなんてこんなに売れっ子になると思いませんでした。売れっ子アイドル。はあ、いい言葉ですね。じんわり心があったかくなりますよ。鍋焼きうどんくらい温かいかしら。そのツッコミ待ちなのか素なのか分かりづらいのはなしにしましょう。はーい。どうしてもナナさんには甘えちゃうんですよね。なんでですか？どうしてでしょう。自分に素直だからでしょうか。憧れなんです。なんでですか？むしろナナは自分に素直なんかじゃ。ナナさん、分かっていますよ。でもそれはナナさんが憧れているアイドルという存在のためにしていることでしょ。そうですけど。それって素敵なことだと思うんです。私は
憧れるアイドル像がありません。だからそれに近づくための努力なんてできないんです。できることはただの高垣楓を知ってもらうことだけ。つい飲みすぎちゃったり寝癖がついてしまったり、洗剤を買って帰ることを考えているような普通の私を。それは割とナナも同じですけど。でも努力しているでしょ。今もまさに青春している感じが眩しいんです。それなら楓さんも青春しましょうよ。努力してるかだけじゃないですよ。大人になっても合宿したり、みんなで参拝したり、飲みに行ってくだらない話をしたり、お仕事に全力出したりして、そうやって毎日を精一杯生きてたら、それは青春って言えるんじゃないですか？そうですね。このユニットのメンバーみんなでこれまでもこれからも青春するんです。何歳だっていいじゃないですか。はい、青春します。これからも25歳の私なりに。ナナもしますよ。永遠の17歳なりの青春。心強いです。じゃあまずは目の前のお仕事に全力を出しましょうか。では今年の抱負を書くということで、私はこれを。青春です。恋の歌を歌い、未来に憧れ、仲間と友情を育み、たくさんの応援を受けて日々を充実させたいと思っています。これが今年の高垣楓の抱負です。ナナちゃんは？ナナは夢です。いくつになっても夢を持ち続けられる人でいられますように。夢から逃げない、夢を追いかける。何よりみんなに夢をあげられる人でありたいです。いかがでしょうか。画面の向こうの皆さんも今年の抱負を書き出してみるのはいかがですか。きっとその言葉は文字以上の力を私たちにくれると思います。なんてちょっとお正月から真面目すぎたかしら。まどろっこしいわ。みんな乾杯。乾杯。乾杯。ほらほら、プロデューサーくんも乾杯。話が長いのが悪いの？ビールは泡が消えたらダメなんだから。プロデューサー、新年早々からお仕事お疲れ様でした。楽曲の制作や MV の制作も終わりましたし、特番の収録も終わりましたよね。ようやくお休みできるのかしら。プロデューサーの頑張りのおかげでハートたちがお仕事できてファンも喜ぶ。いいことだぞ。喜べ喜べ。しかし打ち上げが新年会を兼ねるなんて便利ですね。旅館の宴会場を使わせてもらえるなんて一石二鳥。何が一石二鳥なんですか？酔って潰れてもそのまま泊まれますから。確かにそれ覚えがあります。ほらほら、みゆさん、
せっかくの打ち上げ兼新年会なんですから、堅苦しいお話はせずどうぞ。はいいただきます。ほらそこ、飲ませるのはいいけど自分でも飲みなさいよ。てか思ったんだけど、正月もう終わった？終わりましたね。企業やお店は営業中、学生は学校が始まりますよ。それが何か？そういえば結局新年のご挨拶をしていないような。ああ、そうでしたね。ではいい機会ですし、改めて新年明けましておめでとうございます。はい、早苗さん。9年中は大変お世話になりました。飲みすぎた時とか、あと夜店でのこととか。はい、みゆちゃん。おかげさまで良き新年の始まりを迎えることができました。これも全てプロデューサーさんや皆さんの応援のおかげです。ではしんさん、今年もよろしくお願いします。つうか世話するし世話になるぞ。ラストナノ先輩。皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。健康第一。はーい、じゃあノルマも終わったところで改めて飲むぞ。お酒は節度を守って楽しく飲みましょうね。ほらみゆちゃん、飲むぞ。付き合えよ。その私お酒でいい思い出がないんですよね。じゃあハートたちといい思い出作ろう。はい。ナナはウーロン茶ですから。ウーロン茶ですから。すみません、熱燗もう一やっぱビールよね。何十リットルでもいけるわ。みゆちゃん大丈夫？そんなへこむなって。私だってですね。泣き上戸めんどくさいぞおい。で、どうするんですかこれ。潰れちゃった。もう世話するのはナナだけなんですから。酔い乙女ならぬ酔い乙女。ってもう